長尾城は朝倉山海から派生する山々の尾根が筑後川と接する山頂129メートルに築かれた山城です。筑前の国続不土記によると、秋月種々の出城であり、木村海、木村源太左衛門が常磐として入っていました。豊後との国境のすぐそばで、大友の筑後支配に対する要であり、対岸には大友氏に属する門中諸氏が拠点を置いていました。こうした立地環境が歴史的にたびたび衝突の場となっていきました。天正年間には大友宗麟が長尾城の工場に失敗したと伝えられています。長尾城に登ってみました。城跡の西側、団地周辺に見学用駐車場がありますので、そこに車を止めて歩きます。破棄神々石の石柱がありますので、その周辺の道から登ります。長尾城は古代三城である破棄神々石の城内の一部に築かれた山城です。破棄神々石のことについてはまた後日触れたいと思います。しばらく進むと過去の災害等で道が壊れています。その手前を左に曲がり、数メートル行くと墓地に行く道が右手に現れます。その道を登り、ひたすら進むと長尾城から伸びる尾根を通る形となり、数分で帯曲に到達できます。長尾城は L 字型に曲がる尾根の頂部に平坦面を造成して曲としており、大きく6つの曲からなります。その曲群の北西に帯曲がついています。これらをすべて取り囲むように畝状空堀群が作られ、その数は現在確認できるもので約80本に及びます。これらの空堀群は非常に画一的かつ計画的に築かれていることが注目されています。例として南東部にある L 字型に屈曲する堀切の方向は、それぞれの畝状空堀群と並行していることから、畝状空堀群が計画的に配されたと考えられます。北東側には横堀と連続するように尾根を断ち切る堀切が2本掘られ、さらに東側の尾根の胸部にも堀切が掘られています。さらに北東に数十メートル進んだ先にも堀切があります。土砂崩れで畝状空堀が一部失われているところもありますが、曲を取り囲む畝状空堀群の残りは全体的に非常に良好で大変見やすい状態となっています。畝状空堀群が曲を全周囲んでいる城跡は数多くありますが、曲含めてこれだけ良好な状態で残されているのは全国で見ても貴重な存在と思われます。また長尾城は古代三城の破棄神々石に築かれた城跡でもあり、畝状空堀群の中に破棄神々石の列石を見ることができます。これら畝状空堀群から見てもわかるように、周辺の他の城よりも非常に高度な築城技術と膨大な土木量を投入して改修がなされていると考えられます。秋月氏にとってこの城が大友勢に対する前線城郭群の要であったことが伺えるのかもしれません。破棄の町並みと筑後川、日田に続く山々を見つめながら、長尾城は
今も生き続けています。